ろいろ考えたんだけど、オファーを受けたいなって思ってるの。謎解きカフェタイムって確か人気漫画を実写化した連続ドラマだよね。はい、原作漫画の累計発行部数は1500万部超え。ドラマの方はシーズン3の放送と同時に劇場版の制作も発表されています。そういえばこの前現場で会ったスタイリストさんもその謎カフェの話をしていたわ。配信サイトで見始めたんだけど面白くてつい夜更かししちゃうって。わかるわ。私も依頼をもらってから勉強のために見始めたけど、ついつい夢中になっちゃったもの。うちのクラスにもドラマにすっごくハマってる子がいるよ。休み時間におすすめのシーンを見せてもらったんだけど、確か移動式のカフェのお話だよね。そうよ。主人公はそのカフェの店主なんだけど、ちょっと変わった人で謎解きが大好きなの。あら、なんだか探偵さんみたいね。確かにね。でも店主はそこまで大きな謎を求めてるわけじゃなくて、日常の中の小さな謎を解いていくの。小さな謎？ええ、例えば子供がなくしちゃったおもちゃのある場所を当てたりとか、昔誰かに言われて引っかかった言葉が本当は全然違う意味だったことに気づかせたりとか、そういう些細なことね。でもその謎が解けることでお客さんはちょっとだけ気持ちが軽くなったり前に進めるようになるの。なんだか素敵ね。でしょ？ただ店主にも何か秘密があるみたいで、ずっと同じ場所にはいないって決めてるのよね。だから1話が終わるたびに別の町へ行ってまた新しいお客さんに出会うのよ。なるほど。毎回どんどん新しいゲストが出てくるタイプの話なんだね。愛梨ちゃんがお客さんの役なの？違うわ。私はその友達の役なの。ゲスト側のメインではないけど、セリフとか登場シーンもかなり多い方ではあるわね。すごいな。過去の出演者がまとめてあるサイトを見るとゲストまで含めて演技派の俳優さんばっかりだね。そうなのよね。だからこそ私も受けるかはちょっと悩んだのよ。どうして？そりゃこの作品のファンにとってネガティブな印象になるかもしれないからよ。こんな豪華なメンツの中に多少ドラマに出たことはあるとはいえ、演技経験がほとんどない私が入るのよ。ファンとしてはちょっと嫌じゃないかしら。確かに演技経験がないアイドルがいきなり担当することになったら心配になる人はいるかもね。でもドラマの制作側もそういうリスクがあるのは理解してるはずじゃないかな。それってつまりそういうリスクがあったとしても愛梨に声をかける理由があるってことだと思う。私も気になって調べてみたんですが、謎カフェは人気がある一方でコアの視聴者層がだんだんと固定されてきているみたいなんです。なので新しい視聴者を獲得するために話題性のあるゲストを積極的に起用しようとしているんじゃないかと。この業界だとよく聞く話ね。ただそういう理由があるにしても私に声がかかるには弱い気がするのよね。だから思い切って先方に聞いてみたの。私に依頼しようと思ってくれた決め手は何なのか。そうしたら漫画を見ながら説明するのが早いわね。ほら、
この子が私にオファーが来た子よ。本当ね。それにこの子、やっぱり愛梨ちゃんに似てる気がするわ。確かに。実際それが決め手になったみたいなの。メイクとか演じ方次第でそっくりになるはずだって力説されたわ。なるほどね。原作のイメージに合わせてのキャスティングなんだ。ええ、ドラマの制作側は過去に私がやった演技の仕事も見た上でオファーをくれたそうなの。確かに演技の経験は浅いかもしれないけど、演じられるポテンシャルはありそうだって、そう期待してくれてるみたい。愛梨ちゃん、依頼の話を聞いてすぐに原作の漫画を全巻買いに行ったんですよね。ドラマもシーズン1から履修中よ。引き受けるかどうか決めるのに相手のことを知らないで判断できないもの。そうしたらどの話もすっごく面白くて感動したのよね。愛梨ちファンの声にも目を通したけど、みんなすごく熱量が高かったの。この作品に元気をもらったとか、自分も頑張ってみる勇気をもらえたとか、そういうコメントがたくさんあって、ステージとはまた違った形でたくさんの人に希望を届けられる仕事だと思ったの。もちろんプロの俳優さんに混じって演技をするのはかなり大変だと思うけど、それでも挑戦してみたいと思ってるわ。いいと思うな。愛梨ちゃんなら絶対にできるよ。私も全力でサポートします。ありがとうみんな。そういえばドラマで愛梨ちゃんがやる役ってどんな感じの子なの？どんな感じ？性格とか設定とか。原作を読んでもらうのが一番早いでしょうけど、性格の話なら私とは正反対って感じの子かしら。